ず上3段を開けました。玄関はこんな感じで収集がつかない感じになってます。収納ボックスを当てはめてみました。上の段は高いところにあるので、しっかりと取っ手で引けるように取っ手がついているタイプを選びました。ワイド、スリム、フィットスリム、スリムフィットかな。この組み合わせが一番横のスペースを活用できる組み合わせだったので、計算してこの組み合わせにしました。で、ここの中段は無印の柔らかポリエチレンケース小を置いてるんですけど、どうしてもサイズ的に横に3つしか入らなかったので、こことかによく使う折りたたみ傘とかを置きたいかなと思います。上から3段目は柔らかポリエチレンの深いタイプを3つ置いてます。で、私のこの玄関収納は6約60センチあるんですね。この後ろの収納までまだ計算できていなくて、大きいものを詰めておきたいと思いますし、場合によっては収納ケースを追加して奥にもケースを忍ばせて取りやすく工夫したいなと思います。ただまだこれらの荷物がどこまでいい感じに収納できるかわからないので、一気に収納ケースを買うというよりかは段階的に作業を進めていきたいと思います。このボックスは会社の人とか大学時代にもらった色紙とかだったり、卒業証書だったり、結婚式のアルバムとか、そういうお記念系のボックスにしました。ここのスペースには追加で購入した柔らかポリエチレンケースの深いタイプを入れます。シンデレラフィットです。ここに何を入れるかというと、ここには撮影機材とかを入れたいと思ってます。あえて開けといて、今後ボディグッズとかを収納したいなと思います。一旦こんな感じになりました。無印のやつには卒業アルバムとか重要な書類とか、あとは色紙とか会社でもらった賞とか、そういうのを入れています。こっちはノートとかファイルとか文具系ですね。で、ノートとかファイル溜まりがちなんですけど、でちょっと使わないかもしれないんですけど、一旦1年ぐらいは取っておこうと思います。1年ぐらい経って使わなかったら断捨離しようかなと思います。ここはクリスマスの飾り付けとか、私の好きな小物類ですね。アドベントカレンダーとか入れてます。隙間にはマスクは横の部分を切り取って開けて取り出しやすいようにしています。奥には使用頻度の少ないものを入れてスペースを有効活用しています。続いてこの浅い部分には靴磨きだったり消臭スプレーだったりを入れています。厚みのないものを入れています。ここのケースはカッパとか帽子とかちっちゃいポーチとかピクニックシートとかお出かけ用のものを入れています。ここは買い物の時に使うバッグとか布系のものを入れています。同じく奥には使用頻度の低いものを入れていて、隙間には傘とかを 2,3 本入れようかなと思ってます。余ったところには収納に使うような長めのものを収納しています。パースの5
キブリジェットだったり、撥水の液体保護スプレーだったり、これも撥水系のスプレー、植物の葉っぱにかける活力剤です。こういうスプレー系を収納しています。この箱はまだ全然何も入れてないんですけど、唯一入れてるのが飛行機に乗る時の枕ですね。3つ目の箱は本とか入れてるんですけど、基本情報の本とかトイックの本とか入れてますね。まあ勉強を今後するかと言われると微妙なんですけど、してるのもなみたいな、勉強したいなっていう時が来るかもしれないので一応置いてますが、これで勉強しなかったらただのスペースの無駄です。最後のやつは大学時代にみんなからもらったサッカーボールの寄せ書きだったり、思い出の DVD だったり、あとはジュエリー系のケースとかですねを置いています。でこれも奥は使ってないカーテンを丸めて収納していて、まだまだ余裕のある感じです。続いてこちらの台は靴を入れているんですけど、これはですね、ダイソーで買ったシューズ収納のアイテムになります。ここで高さを3段階に変えれる私たち夫婦は多分靴の数が少ないので、これが1,2,3,4、これが8個と、あと足りなくて1個追加したのがこちらになります。こちらも100均で買ったんですけど、これはね、高さの調節ができないやつです。さっきお見せしたやつはダイソー3店舗ぐらい回ったんですけど売ってなくて、唯一これが見つかったので、ちょっと色が変わっちゃって作りが変わっちゃって悲しいんですけど、1個だけこれを加えてます。最後はこの中にぐちゃっと入れてしまってるお洋服たちをここに効率よく収納すべく圧縮袋とかを使ってやりたいと思います。この衣装ケースの間の隙間にはなんかちょっと好きなね紙袋入れちゃってます。いつ使うかわかんないけど可愛くて捨てれない紙袋をこの隙間分だけは取っておいていいっていうルールにしておこうと思ってます。でこの衣装ケースの間にも隙間があったので、冬に着ていた白いでっかいジャンバー、青森 Vlog とかで着ていたジャンバーを圧縮袋で圧縮してこの隙間に収納しています。